ちは、セナです。このチャンネルでは日本のしきたりや文化、歴史、日本の面白いことなどについてお話ししようと思います。今回は日本語のいただきますとごちそうさまについてお話をしようかなと思います。皆さん、いただきますごちそうさまを聞いたことがありますか？日本に旅行に来た時や日本の友人とご飯を食べる時に聞いたことがありますか？いただきますとごちそうさまは日本人にとってとても大切な言葉になります。この言葉はいただきますは食べる前に言う言葉です。ごちそうさまが食べた後に言う言葉になります。これはただの習慣ではなくて日本人らしい、そこには深い意味や日本人の考え方が現れているんです。今日はこの2つの言葉の意味、また込められた文化、歴史、気持ちを一緒に考えてみましょう。まず、いただきますという言葉ですね。いただきます、いただくという言葉は、もらうという言葉の丁寧な言葉になります。きっと日本語を勉強している方がいれば、日本語にはカジュアル、タメ口と丁寧な言葉、またそれに含まれて尊敬語などいろいろあります。そのいただくというのはもらう、to get の、とても尊敬するリスペクトな言い方になります。この、いただくという意味なんですけど、このいただきますという言葉に込められた意味として野菜や食べ物の命をいただく、それに感謝をする。またこの食材を使ってこの料理を作ってくれた人に向けてありがとうという感謝を示す。またその食材に関わってくれた、農家の人であったり、運転手さん、物流会社の人であったり、スーパーの店員さんであったり、そういった社会に向けてのありがとうの感謝の意味があります。このいただきますというのは、この食べ物に関わってくれた全ての人に対してありがとうという感謝の気持ちを込めた言葉になります。またごちそうさまというのは、ごちそうさま、こういう風な漢字を書きます。地層ですね。調べたところ、昔の日本では誰か人を家に招いた時にご飯を作るための食材を、探し回るために馬を走らせたそうです。その地層というのが走り回るという言葉になって、これがごちそうさまの語源になっているそうです。このごちそうさまをご飯を食べた後に言う言葉ですね。なので準備をしてくれてありがとうであったり、とても美味しかったよっていう風な褒め言葉であったり、自分がこのご飯をいただいて満足しているという風な気持ちを示したりする言葉になります。はい、シチュエーションとしては、日本に旅行に行った時にレストランに入って店員さんがご飯を提供してくれた時にいただきますという風に言ったりやったり、ご飯を食べ終わった後にレストランから出る時にお店の人、店員さんやシェフ、またはオーナーの人にごちそうさまでした、ごちそうさまですっていう風に挨拶代わりにね、さようならじゃあねじゃなくてごちそうさまでしたっていう風に言ってあげるととても喜ばれると思います。はい、このいただきますごちそうさまはどうやっていつ習うのかっていうことなんですけど、文化しきたりなので私は物心がついた時には言ってたと思います。はい、なので家族、身内であったり、お父さんお母さんからご飯を食べる時にみんなで一緒に言うっていう風な教育であったりはあるんですけど、日本の小学校では習いますね。例えば私が小学生の時に、小学校では給食がありました。給食というのは、学校側が生徒に昼ご飯を提供することですね。毎回献立が違います。ご飯とお味噌汁と何かメインの、例えばハンバーグであったりとか、それが給食なんですけど、給食を取った時に、みんなで着席してご飯を食べる前に先生が、では皆さんご一緒にいただきますっていう風にみんなで一緒に一斉にいただきますと言った覚えがあります。
確かごちそうさまも言ったと思います。それぞれご飯が食べ終わる時間は違うんですけど、なんか先生によっては言った記憶があります。はい、なので日本ではご飯を食べる食事の栄養バランスだけではなくて、その食事に対するありがとうという感謝の気持ちを込めた食育ということも、日本の学校では習うようになっています。はい、このいただきますとごちそうさまですけれども、一人の時に言うのかっていうね、はい、私は昼ご飯を一人で食べてる時に個人的には言います。はい、一人でご飯食べてる時とか、一人で何かお菓子食べてる時でも多分言う時があるかなと思います。なので私だけではなくて他の日本人の人も、例えば一人でカフェやレストランでご飯を食べる時に言葉にするとちょっと恥ずかしいので、心の中でいただきますっていう風に思ってると思います。はい、またこの言葉はすごく大切な文化の、言葉の一つであるので、言わないと失礼に当たるのかということなんですけど、おそらく親しい友達であればそんなに失礼ではないと思います。友達同士で集まって家でサクッとご飯を食べるとか、そういった面に関しては失礼ではないとは思うんですけど、例えば目上の人と一緒に食事をする時であったり、ビジネスシーンであったり、また日本人の家族、家に招かれた時に言わないと、もしかしたら人によっては失礼に当たると思う人もいるかもしれません。はいね、知らないとわからないですからね。はい、なのでこの動画の後にもし日本人のお家に行ったりとかあれば、みんながこうやっていただきますってする時に、自分も一回してみようっていう風に、で小さい言葉を小さく言っても気持ちは大きいので、はい、一回言ってみるといいのかなと思います。また英語ではね、初めて多分日本から外から来た人からすると宗教的な意味があるのかなって思う人もいると思うんですけど、宗教的な意味は全くございません。はい、神道でもブディズムでも仏教でも何でもないです。なのですごく気楽に Let's eat っていう風なすごく軽い気持ちで言ってくれたら、きっとみんな喜ぶなんじゃないかなと思います。英訳ではきっとね、日本語の映画を英訳した時に使われるのはきっと Let's eat とか Bon appetit っていう言葉になるのかなと思います。はい、いかがでしたか？これがいただきますとごちそうさまについてのお話でした。ぜひ日本に来た時に使ってみてください。レストランの出る時にごちそうさまですっていう風にしていたらすごく喜ばれると思います。はい、では、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。次回はお辞儀の文化についてお話をする予定です。変わったらごめんなさい。ありがとうございます。